本日のテーマです。世紀のユダヤ難民救出劇。支援者は東條英機たち。皆様、こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。ユダヤ難民救出劇といえば、杉原千畝が世界的にも有名です。しかし、ここ数年、国内外から大いに注目されている日本人がいます。彼の名は、樋口喜一郎陸軍中将です。もう一つの救出劇を指導したのが、本日取り上げる樋口中将です。杉原千畝が欧州リトアニアで6000人の命のビザ発給に尽力したのが昭和15年。その遡ること2年前、樋口は満州経由で2万人ものユダヤ難民を救出しました。ここでは、樋口一人が目立ちますが、実は、東條英機、松岡祐介をはじめ、多くの日本人のチームプレーで成し得た奇跡でした。名付けて、世紀のユダヤ難民救出プロジェクト。同時代に杉原千畝や樋口喜一郎のように、当時弱者だったユダヤ人に救いの手を差し伸べた日本人がいたことは偶然ではありません。彼らを生み出した幹であり、根であり、また彼らを育てた土壌である日本人の気質によるものだと思います。人種差別の意識が薄く、弱者への思いやりの心が大きかった点に着目することで、日本人として誇らしく思うのです。この人がいなければ、北海道は戦後すぐロシアの領土となっていました。ソ連の奇襲を予測。日本の最北端、シュムシュ島の戦いで、ソ連の猛攻を受け止め、北海道が分割されることを防いだ指揮官。日本人が忘れてはならない人物。それが本日ご紹介します樋口喜一郎中将です。彼は歴史に残る名将であると同時に、温情味あふれる軍人でもありました。樋口は関東軍ハルビン特務機関長、つまり情報機関長だった昭和13年、1938年、ナチスの迫害を逃れてソ連と満州国境のオトポールで立ち往生していたユダヤ難民を受け入れ、上海へ向けた脱出ルートを開きました。救われたユダヤ人は2万人とも言われています。当時日本とドイツは同盟協定を結んでいたことから、ユダヤ難民に対し満州国はビザ発給を拒否したものの、樋口中将は人道上の問題として受け入れを独断で決断しました。解任を覚悟の上のことでした。1938年当時の満州国は本来独立国であり、関東軍特務機関長の樋口喜一郎中将にはビザ発給決定への直接の権限はありませんでした。ただし、当時の関東軍は満州国の施設全般への一般的な主導権を持っていました。そのため、樋口中将は特務機関長として満州国の内面指導という形でビザの発給に関与することができたからです。ここからは、木内義久著ユダヤ難民を救った男、樋口喜一郎伝アジア文化書より引用です。樋口は語ります。満州国は独立国家である。何も関東軍に気兼ねすることはない。ましてドイツに遠慮は無用である。一緒になってユダヤ人を排撃する必要は毛頭ない。ことは人道問題である。国境の寒さは厳しい。一日延ばせば難民の生命が重大問題となる。一刻も早く入国を決断していただきたい。予想した通り、ドイツ側からは強い抗議があり、満州を管理していた関東軍の東條英機参謀長は樋口を呼び出します。樋口は主張します。ドイツのユダヤ人迫害という国策は人道上の敵であり、日本、満州の両国がこれに協力すれば、人の道に外れることになります。ヒットラーのお作棒を担いで弱い者をいじめすることは正しいと思われますか？迫力を感じますね。東條も樋口の主張に耳を傾け、これを不問に付しました。東條はナチスの迫害から逃れたユダヤ人を満州国に入国させることに対するドイツ外務省の抗議を当然なる人道上の配慮によって行ったものだと一蹴しました。もし東條英機が樋口に許可を与えなければユダヤ人難民が救われることはなかったのです。次に、樋口中将は南満州鉄道株式会社満鉄の松岡祐介総裁に連絡し、満州国や上海へ難民を輸送する特別列車を仕立てるよう要請しました。松岡はこれを二つ返事で了解し、難民救出のため緊急に特別列車の満州国への入国と出動を命じました。ハルビン満州里間は 900km もあり、1週間に客車と貨物車がそれぞれ1便ずつしか運行していませんでしたが、特別に満鉄が運賃無料で運行しました。満州国外交部は無条件でとりあえず5日間の満州国滞在ビザを発給しました。松岡はこの時、私はナチ党の反共の協定は支持するが、反ユダヤ主義は賛成しない。この2つは全く異なる。この点を日本は明確にしなければならないと考えていました。1938年3月12日の夕方、ハルビン駅に満州里からの特別列車が到着しました。
列車からは死の恐怖から解放され、疲れ切った難民たちが次々と降りてきました。病人や凍傷患者は病院で手当てを受け、他の難民たちは全員将校クラブや学校などに収容され、炊き出しを受けました。そのうち救出された難民の約8割は上海を経由して米国などに渡りました。残る人たちは開拓農民として満州国に送り、ハルビン周辺に入植することになりました。樋口中将は安江大佐に依頼して、彼ら入植者のために土地や住居の斡旋など最大限の支援を最後まで行いました。参謀本部第2部長に栄転した樋口中将は、自身の手掛けたユダヤ人救済の後のことを同期の盟友でユダヤ人問題専門家でもある安江則弘大佐に託します。この後も脱出路を頼るユダヤ人難民が満州に殺到しますが、安江大佐はビザを発給させ、上海まで脱出させました。ユダヤ人を他の外国人と同様に扱うユダヤ人対策要領を日本政府の板垣清志郎陸将に進言したのも安井大佐でした。1938年3月に樋口中将が開いた樋口ルートは、1941年6月22日にドイツがソ連に侵攻し、独ソ戦が勃発するまで有効だったとされます。ゴールデンブックには樋口喜一郎中将と安江則弘大佐の名が刻まれています。ユダヤ民族に貢献した人、またユダヤ人に救いの手を差し伸べた人たちを検証するために、多くの日本人がナチスによるユダヤ人の迫害を不快に思っていたからのチームプレーでした。最後にユダヤ難民救出劇の背景を申し上げます。日本の軍部はヨーロッパのユダヤ人との間に対話の場を設け、関係を強めることを考えていました。1937年から39年にかけてハルビンで3回の極東ユダヤ人大会を開催しました。第1回の会議には陸軍の安江則弘大佐や関東軍情報部長の樋口喜一郎、谷口副領事などが出席し、1000人近いユダヤ人が会議を傍聴しました。第1回の極東ユダヤ人大会で樋口喜一郎陸軍少将、後に中将は次のように演説しました。ある国はユダヤ人を好ましからざる分子として法律上同胞であるべき人々を追放するという。一体どこへ追放するというのか。追放せんとするならば、その行き先をきちんと明示し、あらかじめそれを準備すべきである。当然取るべき処置を怠って追放せようとするのは虐殺に等しい行為と断じなければならない。私は個人としてこのような行為に怒りを覚え、心から憎まずにはおられない。ユダヤ人を追放する前に彼らに土地を与えよう。安住の地を与えよう。そしてまた祖国を与えなければならないのだ。この樋口の演説が終わると、凄まじい歓声が起こり、熱狂した青年が壇上に駆け上がって、樋口の前にひざまずいて号泣し始めたという。教会の幹部たちも感動の色を浮かべ、次々に握手を求めてきました。樋口はこれらの事実を家族にさえも戦後も話さなかったのです。ただ、孫の樋口浩一氏にはわずかに話したそうです。写真は樋口ルートで逃れたユダヤ難民の息子ダニエル・フリードと握手する故樋口喜一郎氏の孫、明治学院大学の樋口浩一名誉教授です。自慢することもなく、人道上当然のことをしたまで、と。これが長く知られることのなかった理由です。ここに長年培われてきた日本人の美徳を見て、私たちは誇らしく思うのです。皆様はいかがお感じになりましたか？次回のご案内です。東洋のシンドラー、杉浦中根、映画命のビザは捏造です。チャンネル登録のベルマークと高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。